この町もう行った？こんにちは、あきです。東京汐留、浜離宮と現代美術、高層ビルと鉄道の史跡、夜に輝くイルミネーション。それではぶらっと歩いてみよう。都営大江戸線11駅目は汐留駅に到着。大江戸線とゆりかもめの2路線が通る駅。汐留をイラストにするとこんな感じ。イタリア街とか日テレタワーとか観光地がたくさんあります。北には新橋、東には築地、南には浜離宮、西には東京タワーがある再開発エリア。港区の中でも右上の方にあって、新橋駅までは歩いて行けます。汐留は大江戸線の中でも右下の東京湾の方にある駅。駅のすぐ近くには浜離宮っていう庭園があったりします。汐留駅にはゆりかもめも通ってます。ここは改札外で乗り換えをします。東京汐留ビルディングはクリスマスムードが漂ってるね。改札を出てまずあるのが汐留住友ビル。結構近代的な雰囲気。ビルの中には巨大なクリスマスツリー。そしてエントランスの吹き抜けとイルミネーションがすごい。一個一個のビルがこの規模だからね。さすが汐留。お腹が空いたのでランチを食べに行こうと思います。ちょうどゆりかもめが通ってますね。こういう景色が汐留っぽいよね。日テレのビルと高層ビル。日テレのビルには日テレ大時計というものがあります。近くで見ると結構でかい、迫力あるね。雰囲気的にはなんだかジブリっぽい感じなのかなね、そういうギミックがちょこちょこあるね。駅すぐそばのビジネスビルに来たら結構ご飯屋さんがあったんで、ここで食べようかなと思います。今回はこのシンガポール料理のハイナンチーファンでご飯食べようと思います。この店コース料理もあるし、アラカルトで注文することもできるみたい。今回はこのシンガポールチキンライス蒸しを注文しようと思います。そしてシンガポールといえばタイガーってことで、このタイガーの瓶ビールも注文しようと思います。このシンガポールのタイガービール、アルコール度数が 5%。 でも結構薄く感じてすごく飲みやすいですね。そしてメインが来ました。真ん中に蒸し鶏が乗っていて、上が調味料かな。で手前にちょっと色のついた麦ご飯でもないけど麦っぽいご飯でスープだね。いただきます。あと付け合わせのサラダもあります。このサラダは普通にキャベツとか、ね、普通なんだけども、かかってるドレッシングがちょっとリンゴっぽい酸味の効いた感じで、ちょっとピリッとしていて、すごくなんか甘くて美味しいドレッシングですね。この蒸し鶏めっちゃ柔らかくてすごく美味しい。でドレッシングがすでにかかってるから上の調味料をつけなくても全然美味しい。このスープは鶏ガラベースの味付けになっていて、すっきりしてね、とても飲みやすいです。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。ランチとビールで2250円。美味しかった。お腹いっぱいなんでこれから散歩に行こうと思います。ビルの1階には大きいモニュメント。これなんだこれ。すぐ近くに旧新橋停車場というねものがありました。奥には高層ビル。1872年に日本で最初の鉄道新橋横浜間が開通した時の駅舎らしいですね。つまり
日本の鉄道のスタート地点とも言える場所だそうです。すごい。入り口の反対側はこんな感じになっている。多分これがプラットフォームになってたのかな。で、結構珍しいと思うんだけど、回転ドア。あんまり最近見かけないよね、これ。あ、こっちも回転ドアかな。あれ？回らない？回らへんのかい。そしてここが日テレのビル。見上げるとかなり高い。ビルの1階には何をモチーフにしたんだっていうのね、なんかモニュメントがあります。これ何なんだこれ。ゆりかもめの奥にあるビル、この中間のところがね、柱だけになってるけども、このビル、中野駅にもなかったっけ？なんか見覚えがある気がする。浜離宮に向かう道中、景色がいいね。このビル群と青い空。汐留の高層ビル群は一個一個が特徴があってなんか面白いね。10分ほど歩いて浜離宮の庭園に到着。中は結構広くて見どころがたくさんありそうです。入場料金は1人300円って激安。手前に広がる庭園と奥にあるビルのコントラストがいいね。庭園の中には内堀っていう川が流れていて、この川を使って京都とか大阪から来た物資を運んでいたらしいです。この奥に植えられている松はなんと樹齢が300年。六代将軍徳川家宣が植えたらしいです。このエリアはレジャーシートを引いてゆっくりしてもいいらしい。気持ちよさそう。いろいろな植物がこの庭園には生えていて、景色を見るだけでもかなり満足度が高い。こんな感じの昔ながらの家屋があったり、裏側には当時水鳥を狩るために飼っていた鷹の専用の部屋があったりします。昔はこの家に将軍が泊まって鷹狩りを楽しんでいたそうです。中にある一段上がっているところが将軍のスペースだったらしいです。水面に映るビル群と手前の日本家屋のコントラストがめちゃくちゃ綺麗。この高い台からは公園の中を一望できます。この端からの景色は本当に格別。このすすき越しに見る綺麗な日本家屋もめちゃくちゃいい感じ。ということで浜離宮見終わったんで、ちょっとカフェでゆっくり休もうと思います。歩いてすぐのところにイタリア公園っていう公園があったから、ちょっと立ち寄ってみたいと思います。中にはヨーロッパを思わせるこの柱があったり、有名なミロのヴィーナス像があったり、公園の規模はそこまで大きくないんだけれども、石像が10体くらいあるのんびりした公園でした。汐留の街にもこんな感じでちょっとレトロな雰囲気漂う道もあるんだね。通りを歩いているとなんだかヨーロピアンな雰囲気漂う感じになってきたね。周りを見ますとヨーロピアンな建物がたくさん立ち並んでいます。ここはイタリア街と呼ばれていて、イタリアの街を再現したビルが立ち並んでいます。この辺りは観光名所と言われているんだけども、正直人はすっからかん。イタリアっぽさはあるかもしんないけども、正直微妙な感じ。カフェに行こうと思ったら、昭和の放浪看板展っていうね、展覧会というかイベントがやったので、ちょっと見ていこうと思います。中には昭和だけじゃなくて江戸時代とか結構昔からのねものもたくさん展示しているようですね。あと海外のものもあるみたいです。ハングリー懐かしい。こんなんあったね。オロナミン C とか富士屋とかグリコとか今でも有名な
メーカーの看板がたくさん。こんな感じで顔出しパネルじゃないけども、中に入って撮影ができる場所もあります。汐留駅すぐ目の前にあるアンカーストア&カフェに行ってみよう。カフェラテレギュラーサイズとオリジナルティラミスで合計1130円。アンカーっていうと家電製品のメーカーなんだけれども、コーヒーを飲みながら携帯を充電できたりできるみたいなコンセプトで初出店したらしいです。コップが可愛くてアンカーカフェって書いてます。そしてこれが多分期間限定で販売しているオリジナルティラミス。結構見た目は美味しそう。このティラミス、層が3層に分かれていて、上から卵ベースの生地と真ん中がシフォンで、下もシフォンな感じ。全部美味しかった。ごちそうさまでした。1時間ほどカフェで休んだら、外はすっかり夜になってました。カレッタ汐留は46階に無料で入れる展望台があります。展望台からの景色はむちゃくちゃ綺麗。周りはカップルだらけでした。展望台があるスペースはすごいおしゃれな雰囲気になってます。46階にあるレストランがめちゃくちゃ綺麗。このカウンターの上にある、何これ、シャンデリアみたいな、めちゃくちゃすごくない？この展望台のあるエリアに行くエレベーターもスケルトンな感じでおしゃれ雰囲気満載。さあ、エレベーターで下に下がっていきます。いろんなところでイルミネーションが輝いてます。お昼に来たシティセンターの裏手のところ、ここもイルミネーションが綺麗に輝いてます。旧新橋停車場の前もイルミネーションがすごい。日本の高層ビルって海外みたいにギラギラしてないから逆にいいよね。日テレ大時計台も夜のイルミネーションで輝いてますね。時計盤が真っ赤。イタリア街だけど予想に反して全然イルミネーションやってない。もう観光地としてはされてしまってんのかな。唯一この JRA の建物だけが光合と光り輝いてます。潤ってるんですね。せっかくなんで一駅だけゆりかもめ乗っていこうと思います。ってことで新橋駅に到着。結構な数の乗り換え路線があるみたいです。新橋駅の夜景はまあ結構落ち着いている雰囲気かな。なんか昭和のタッチの絵がね描いてあるね。これは東京観光名所がいろいろ載ってる感じかな。ってことでここが新橋の飲み屋街。光合とネオンが光り輝いてるね。こんな感じの雰囲気も新橋らしくていいね。そして新橋といえばこの SL 機関車、クリスマス仕様でデコレーションされてますね。晩ご飯はいい感じのバーガー屋さんがあったんでここで食べようと思います。メニューを見るとアペタイザーが大体ワンコインぐらいであって、バーガーが300円か1300円から2000円ぐらいだね大体で、フライドチキンとパンケーキ、ありがとうございます。フライドチキンとパンケーキっていうのが異色の組み合わせのメニューもあったりします。こういうのがスタンダードなのかな。ビール系のメニューは結構豊富にある感じかな。バーガー
来ました。結構サイズ大きいかもしれない。美味しそう。バーガーは肉が結構大きくて、表面カリカリ、中はジューシー。で、トマトが一切れ丸々入っていて、間にレタスも挟まれていて、かなりボリューミーな感じ。ポテトはもう普通に美味しい。これ編集してる時に気づいたんだけれども、意外と背景がね、イルミネーションすごいんだよね。でしかもモノレールも走ってるってね、結構いい感じのロケーションですね。ということでごちそうさまです。美味しかった。ビールとバーガーを注文して2380円でした。まだね、少しお腹空いてるんで、さっきにアップルパイが美味しそうなお店があったんで、そこにね、ちょっと行ってみようかなと思います。と思ったら、残念ながらお店が閉まっちゃってました。マジか、残念。ということで、汐留はこんな感じかな。ってことで、枯れた汐留からチャンネル登録よろしくお願いします。次回大江戸線12駅目は春日駅。次の動画でお会いしましょう。